はい、こんにちは、てんぱぱです。今日は誰でもわかるキースイッチのルブの仕方をですね、解説できればなと思います。はい、そしたらですね、今日の流れなんですけれども、まず今回はルブのツールですね、をどういうものを使うべきなのかっていうところをまずご説明した上で、最初に注意点という点をお伝えできればと思います。で、その後実際のルブの仕方をお伝えした上で、最後にどうやっていっぱいある大量のですね、キースイッチをルブしていくのかという点をお伝えできればなと思ってます。はい、それではですね、早速ツールのお話ししていければと思いますけども、基本的に使うものとしては、キースイッチオープナー、そして、こういうですね、なんていうんですかね、このつまむやつですね。はい、こんな感じで。はい。あとは、ルブするためのペン、そしてルブする用の潤滑油だったり、グリースっていうのが必要となってきます。はい。で、あとはオプションなんですけれども、こういうピンセットだったりとか、あとはキースイッチを取り外すためのこのキースイッチの取り外すやつですね。で、あとはこれは大量にですね、キースイッチをルブするときに使うもの、容器だったりっていうのを用意してます。あとはこれがですね、キースイッチステーションという形で、このところにキースイッチを置いて塗れるようにしているようなものなので、大量にやるって場合にはこれあると便利かなと思います。これはこの後、後ほどご説明しようと思います。で、まずキースイッチオープナーなんですけれども、こんな形で開いていただくと、後で概要欄に貼っておきますけれども、こんな形で爪がですね、2パターンあるのがわかるかなと思います。はい、こんな形で爪が2つあるかなと思います。で、こちら側の右側の方に関しては、例えば今日、カイロノベルティクリームを分解しますけれども、こんな形で、ここの爪のところがこういうようなものになっている場合はこちらを使う。逆に、こっち側ですね。はい。こっちの方に関しては、今度ボックスクリームになってくるとこういうような形で違うのがわかるかなと思います。もう一回見比べてみると、はい。こんな形で2つがですね、違うのがわかると思います。これ爪のところですね。はい。なので、こっち側がさっきの左側、こっち側が右でという形で、この爪がどういう爪をしているかによって、キースイッチのオープナーを使い分けるという形になります。なので、キースイッチオープナーさすがにないと大変なので、これは確実に必要なのと、このペンもですね、ないと濡れていけないので必要かなと思います。はい、そしたら早速分解をしていければと思うんですけども、分解の仕方なんですが、先ほどのキースイッチオープナー開いていただいて、今回はカイルのノベルティクリームの方を分解しようと思いますので、ここにですね、この爪のところを、はい、見ていただければ分かると思うんですけど、ここをここに乗せて、カチャッとした上で、あと押すという形です。だってぐるっと押してください。カチッ。音がすると思います。そうするとこんな感じで分解ができますので、あとはこれを取ってルブをするというような形です。部品としてはこのトップハウジングと、はい、これステム、でバネ、でボトムハウジングという4つのパーツで基本的には成り立っています。場合によってはディフューザーというようなものがついていて、光を拡散させるためのパーツが取り付けてあったりするものもあるんですけれども、ベースとしてはこの4つがあるという形で覚えてもらうといいんじゃないかなと思います。そしたら早速どうやってルブをするかというところをお話しできればと思いますが、ここで注意点という点をお話しできればなと思います。で、何かというと、いろんな動画、YouTube とかにも含めて出てると思うんですけども、正解のルブの方法はないというのはまず先に言っておければと思います。で、なんでそもそもルブするかというと、結局ここの中の構造の中で、キースイッチがこうやって押すと、こんな感じで上下に動くわけなんですけども、この動く時のかすれ度合いとか、っていうところを潤滑油だったりこのグリースを使うことによってスムーズにしましょうねというものになりますので、基本的にこの中の内部のところにどう塗るかっていうところは結構諸説あって、何が正解ということもありません。あとは塗りすぎは注意ですよという話はよくありますけれども、ただなんていうんですかね、そういう塗りすぎた感が好きな人もまたいると思うので、この辺全て好みだと思ってください。なので今回お伝えする内容というのはあくまで私が今回ルブする場合にはこうやってるという形ですので、何が正解かというのはいろいろ試してみるといいのではないかなと思います。それではまずルブの仕方をお話しできればと思うんですけども、基本的にこのトップハウジングに関してはしないと思っておいていただければと思いますので、これは本当に置いといてくださいというところです。で、ボトムハウジングに関してはどこにルブをするかというと、基本的にはこのグリースとかを使うと思うんですが、どこに塗り塗りするかというと、このサイドバーのところですね。ここのところ、この両端のところにまずはルブをするというのが一般的です。私もしてます。で、続いてここの金属のところですね。ここの部分にするというのがまた2つの目のポイントというところです。で、3つ目がこのポールの周りおよび中というのが3つという形なので、この3点をするというのが一般的な方法です。ただ、人によってはこの中はしない方がいいですよとか、あとはここの金属の部分に関しては、しちゃうとあまり良くないですって方もいらっしゃるので、これ本当に人それぞれではあるんですけれども、私
に関してはこの基本3点を塗っているという形です。で、続いてステムなんですけれども、ステムに関してはこんな形で先ほどのお見せしたツールを使って持っていただくとぬりぬりしやすいんですが、基本的にステムに関してもこれも諸説あるっていうことではあるんですけども、人によってはこのポールは塗らないという人もいますし、この足っていうんですかね、ここをレッグと読みますけども、英語で言えばここを塗らないって人もいます。ただ私に関しては基本これ全部まんべんなく塗ってるような形にしてますので、ただとはいえ先ほどのボトムでここのステムの中のところを塗っておけば、勝手にこのステムの中が通った時にここにつくというのもまた事実ではあるので、どっちも塗りすぎてしまうよりは薄く塗るか、どっちかを結構多めに塗ってどっちか塗らないみたいな形でバランス取るというのも一つかなと思いますが、私に関してはどっちも薄く塗るということをやってますという感じです。はい、続いてスプリングなんですけれども、スプリングに関しても、お話としてはよくあるのはここの部分とここのところに塗りましょうという話があるかなと思います。ただ、この後お伝えするんですが、スプリング一個一個正直キースイッチを塗ってるとかなり時間かかっちゃうと思うので、私に関してはこういうケースを使ってですね、スプリングを全部入れてカシャカシャ塗るような形をしちゃってますので、そういう場合だと一個一個オイルを塗るというよりはいっぺんに塗っちゃうというやり方をしちゃってます。これも人それぞれそういうのは良くないって人もいれば、めんどくさいのでというか時間短縮のためにこのいうような容器とか、あとはジップロックみたいなのに入れてガシャガシャやるって人もいるので、それは本当人それぞれだなと思っていただければと思いますけども、スプリングに関しては基本的にはオイルの方を塗るという形で、ルブしていくという感じになります。はい、そしたら大量にルブするときどうすればいいんだという話をお伝えできればと思うんですけれども、基本的にさっき見せたのはルブを1個だけをする場合はあんな形で1個オープンしてやっていくって形になるんですが、それと非常に時間がかかってしまうと私は思ってます。人によってはもちろんこういうステーションを使わない人もいるっていうのは事実であるんですけども、私がルブするときに関しては基本的にそのルブする時間をできるだけ短くしたいので、こういうようなこの容器の中にキースイッチをバーンって分解したものを入れて、ここのステーションのところにボトムのところをですね入れてあげるのと、あとは、にしてどんどん塗っていくというところ、そしてこのカップの中に、スプリングをバーッと分解したやつを入れて、このオイルを垂らしてですね、最後カシャ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 ってやって終わらせるというような形に工夫して時短をしているような形ですので、本当にここは人によって工夫が違うんですけれども、今言ったような形で一個一個分解しては組み立て、分解しては組み立てっていうのをやっていく人もいれば、一回全部私のように分解をしてしまって全部一回全部ルブするし、スプリングもバーってやっちゃうしって形でやる方もいらっしゃるので、この辺は人それぞれという形でありますが、参考になればこういうような、キットというかツールというかを使っていただくと、時間が短縮できるんじゃないかなと思います。はい、それではまとめということでお伝えできればと思うんですけども、冒頭お伝えしたように何が大事かというと、このルブに関しては正解がないよという点は本当にお伝えできればなと思います。すべての目的はこのキースイッチの中のですね、内部のスイッチのステムとかが動くところに対して潤滑油だったりグリースを入れ込むことによってスムーズにキースイッチが動くようにするというところが目的ですので、そこの動く部分に基本的にはルブをしてあげるっていうのが正しいんですけれども、どこの部分にルブをするかしないかっていうのは本当好みの部分が出てきますので、そこはいろいろ試していただいて、正解を見つけていく、自分なりの好みを見つけていくっていうのが正しいのかなと思います。ぜひ、分解の仕方に関してとか組み立て方に関しては本当にこれはもう1個しかないので、その通りやっていただければと思うんですけれども、はい、そんな形で進めていただけるといいんじゃないかなと思います。1点ですね。注意点ということをお伝えできればと思います。で、注意点なんですけれども、これを組み立てるときなんですが、よく間違えるのは、私も最初間違えてたんですけども、このステムをですね、入れるときに足がついている方が、この金属の方に向くように入れるという点は、お伝えできればなと思います。もちろん分解した時の足のところを見ておけばそれは気づくんですけれども、気づかないでこの足のところを逆の方にしてしまってグイッと入れると壊れてしまうことがありますし、私壊しちゃったので、ぜひ気をつけていただきたいのは、このステムのところの足は金属の方に向けてカチッと閉じるという点はぜひ押さえていただけるといいんじゃないかなと思います。はい、そしたら今日の動画いかがだったでしょうか。本日はどのようにしてルブをするかというお話を中心にしていきました。ぜひですね、ルブやっていただくと、今までちょっとカセレオンだったものがすごくスムーズになったりとか、気持ちいいスイッチの押し心地になったりしますので、ぜひやったことない方はこういうツールを購入してやってみるのがいいんじゃないかなと思います。
で、今日の動画もし参考になった、いいなと思っていただいたら、ぜひいいねボタンとチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。今後もこういうルブの仕方とか、もうキーボードの紹介とか、引き続きやっていこうと思いますので、ぜひ今後もご覧になっていただければと思います。もし何か質問の点あれば、ルブのことでもいいですし、キーボードのことあれば、コメント欄でお寄せいただければと思います。今日はご覧になっていただいてありがとうございました。